こんにちは、パパシェフです。今回はチョコバナナのケーキを作っていこうと思います。もうね、チョコバナナっていう響きでわかると思うんですけど、絶対外れない組み合わせのケーキです。シマさんのレシピを参考に作っていくんですけど、やっぱりシマさんさすがだなって思いますね。はい、まずね、スムーズにお菓子作りを進めるポイントが3つあります。1つ目はバターを常温に戻しておくこと。指で押した時に少しへこむぐらいの硬さにしておきましょう。2つ目は計量を済ましておくこと。砂糖を 100g、 小麦粉を 100g、 バターを 100g 準備しておきましょう。パウンドケーキはバター、小麦粉、砂糖、卵が同量ずつと覚えておきましょう。フランスではこれをキャトルキャールと呼ぶそうです。3つ目は型に合わせてクッキングシートを切っておきましょう。型に合わせた円形のものを1枚と長めの長方形のものを1枚、それを補う長さの長方形の紙を1枚準備しておきましょう。今回準備したのは長めのが2枚なのでちょっとなんかやりにくそうですね。はい、それではお菓子作りを始めていきましょう。ちょっと大きめのボウルにバターと砂糖を加えます。ハンドミキサーで白っぽくなるまで混ぜていきましょう。いきなりスイッチを入れて混ぜちゃうと飛び散っちゃいそうな気がしたんで、手動で馴染むまで混ぜてあげます。そうしたら恐る恐るスイッチを入れて混ぜ合わせてあげます。ちなみに僕あんまりお菓子作り慣れてないんで、アドバイスとかあったらコメント欄へお願いします。色が白っぽくなるまでよーく混ぜていきましょう。といってもバターも砂糖も白っぽいけどなぁと思いつつ、まあこんなもんかなーっていうぐらいまで混ぜてみました。どうでしょう、白っぽくなったよね。卵を2つ割っていきます。しっかりと混ぜ合わせましょう。4回から5回くらいに分けて卵を加えていきます。卵を入れるたびにしっかりと混ぜ合わせてバターとなじませてあげましょう。一気に卵を入れちゃうと固形のものと液体のものってきれいに混ざらなくなっちゃうんで、ここポイントです。周りに飛び散ったバターはゴムベラできれいに真ん中に寄せ集めてあげます。生地全体が均等になじむように意識してみてください。あとは同じことを卵がなくなるまで 4,5 回繰り返してあげるだけです。入れすぎが怖いんでビビりながら卵を入れてます。卵を入れる3回目くらいまでは結構生地硬くて大丈夫かなって思ってたんですけど、最後の卵を入れたあたりから生地の雰囲気が一気に変わって、あ、これ美味しそうなやつだって生地の変化が面白かったですね。ミキサーについた生地もしっかりと取ってあげてね。小麦粉をふるいながら加えていきます。多少こぼれちゃったのはご愛嬌で、このシャカシャカするやつめっちゃ便利ですよね。100均で買ったんかな。ゴムベラで粉っ気がなくなるまでさっくりと混ぜていきます。この後具材を入れて混ぜるんで、そこまでしっかりと混ぜなくても大丈夫です。お待ちかねのチョコチップを加えていきます。チョコが好きな人はもっと加えちゃっても大丈夫ですよ。僕はこれくらいがちょうど良かったですね。 45g だったかな。バナナをちぎって加えていきます。ちょっと潰してあげるといいみたい。あとは生地が均等になじむように混ぜてあげれば完成です。この混ぜてる時に僕は確信しました。このケーキは絶対にうまいって。生地の香りが甘くてめっちゃ美味しそうなんですよ。カメラ越しに見るとチョコチップのせいで見た目はあれなんですけど、作ればわかります。型に油をうっすらとつけてクッキングシートを貼り付けていきます。本当はバターがいいみたいなんですけど、バター終わっちゃったんでオリーブオイルで代用してます。はい、こんな感じ。ちょっと不格好だけど大丈夫、問題ありません。型に生地を流し込んでいきます。ゴムベラを全体に差し込んで空気を抜いていきます。特に端っこは空気が残りやすいんで念入りに差し込みましょう。クッキングシートが剥がれないように格闘しながら差し込んでいます。思っていたよりも生地固めですね。扱いが難しい。そうしたら最後に表面を平らにならしていきます。
まあ熱が入ったらバターが溶けて平らになると思うんで、そんなに真剣にやらなくても大丈夫なはず。ゴムベラについた生地ももったいないんで綺麗に落としてあげましょう。5センチほどの高さから型を何回か落として空気を抜いてあげます。180度に予熱したオーブンで40から45分焼いたら完成です。途中生地の様子を見て表面が焦げちゃいそうだったらアルミホイルをかぶせたりとか火から遠ざけたりして中までしっかりと火が入るように加熱してあげてください。そうしたらオーブンへ行ってらっしゃい。はい、焼き上がりました。美味しそう。竹串を刺して中までちゃんと火が通ってるか確認します。竹串に生っぽい生地がついてきたら中まで火が入ってないんで、もう少しだけ加熱してあげてください。粗熱が取れたら型から外して網などに乗せて冷まします。はい、こんな感じ。ふっくらと焼けてて美味しそう。焼いたバナナの甘みが生地に溶け込んでてとっても美味しかった。チョコチップのアクセントも効いていて食べた時の満足感もしっかり。みんなもぜひ作ってみてね。